の魔女。幼女強い。第564話、精霊信号。6。エルサさんはそのままだけど、ビアネーってのはコーネリアさんのことかな。あの二人が治癒魔法術師を目指すということは、早くに家を離れたオーリエちゃんの近くに家族が引っ越してくるということだ。いつでも家族に会えるようになると気づいたのか、オーリアちゃんの表情がパーッと明るくなる。オーリアちゃんも手伝ってあげてね。もちろんです。任せてください。オーリアちゃんも表情が豊かだからな。オーリアちゃんが嬉しそうにしていると、私も嬉しくなるよ。子供たちが訓練を始めてエルザさんたちが治癒魔法術師の技術を得れば、孤児保護施設の収入も増えるし、施設の財政状況は劇的に変わるはず。治癒魔法術師の仕事が増える分、忙しくもなるだろうけど、子供たちの世話や教育が多少なりとも養成施設側に移管される分、マンパワー的な余裕も生まれるはずだ。領地としても特殊技能を持つ有能な領民が増えることになるのだから、うまく回れば施設に施していた分の費用対効果は格段に良くなる。善意がただの善意で終わらないなら、公共事業として一つの最適解になり得るよね。オーリアちゃんと話しながら未来展望に思いを馳せていると、土ぼこりまみれのルナリアが私の旗へ戻ってきた。あの子たち、私の子分になるらしいわよ。それよかった。ルナリアも、お疲れ様。にっと笑うルナリアと顔を見合わせて笑い合う。ルナリアは総本家の当主なんだから、子分というか、あの子たちが部下になるのは規定路線だけど、ルナリアも気分よく受け入れているみたいだし、しっかりと引っ張っていくのだろう。みんなも、お疲れ様。フィオレ様、なんかすみません。他のみんなもねぎらうと、メリーナさんもネイヤさんもアイシエちゃんも、くったくなく笑い返してくれた。ただ、ナンナちゃん一人だけが暗い表情で頭を下げてくる。何が？穴に落ちて伸びていたうちの一人って、私の兄なんです。そうなの？どんよりした空気を背負ったナンナちゃんの告白に目を丸くする。どれのことだろう？興味がなかったから一人も顔を覚えてないや。うちの兄って、昔っからガサツで、考えなしで、バカでして。ああ。ナンナちゃんって私と同じで、声が大きくて暴力的な男性が苦手なんだよね。のっきんな男家族が揃いも揃って強権的で、男家族との接触を避けまくっているうちに、空気を読んで揉め事の場から脱出するのが上手くなったと言っていた。攻撃を避けるのもうまいから、その男家族との接触とは暴力を伴うものだったのだろう。その結果が、初見での風バリアー攻撃からの逃げ切り記録達成だよ。暴言だって暴力だからね。ナンナちゃんは、初めて会った頃は引っ込み思案なところがあって、思っていることをなかなか話してくれなかったっけ。その引っ込み思案も納金家族が原因だったそうだし、おかげで弓や投擲が上手くなったんですけどね。なんで？心底、近づきたくなかったんですよ。兄たちは近接戦闘が得意ですし、向こうの方が年上で体も大きいですから、まともに戦ったら撃退できないじゃないですか。ああ、それで遠距離攻撃を練習したんだね。つまり、弓や投擲の標的は、あのお兄ちゃんだったと。だとすると、本人はガサツで考えなしだけど、自分の身を犠牲にして妹のスキルアップに貢献していたと言えなくもないのかな。プロの動く標的なら、魔法や遠距離攻撃の訓練に最適なのかも。野生動物みたいなものだと思ってましたけど、ルナリア様やフィオレ様に突っかかっていくほどバカだったとは。ナンナちゃんのため息に、お兄さんたちのあの態度に説明がついた。わはあ、野生動物か。本能的に犬や猿みたいな群れの序列を決めようとしたわけだ。社会構造的に悪意の有無に関係なく許されるものではないとは思うけど、生態としては理解した。
上に立つ側も力を示して群れを統率する必要があるんだね。ルナリアが子供たちを子分にすると従えて帰ってきたのも、ある意味本能のなせる技だったのかも。オーレス血統は生物的な本能が強いものな。思えばルナリアも初めて会った当初から強さに対する渇望というか貪欲さがあったよね。性格的にはおおらかで大雑把なのに、強くなるためにコツコツと地味な訓練を重ねることにも前向きだし、努力を惜しむことがない。ルナリアもまた戦闘民族の本能に従って力を得ようとしていたと推察できる。私は前世での経験からいじめ対策には勝つのが早いと知っていたがゆえに、平和的な話し合いをすっ飛ばして力でねじ伏せに行ったけど、その方法論が大正解だったということだ。第564話精霊信号6終わり。